どうも、漫画オタクのはやんです。今回はたった1冊やのにめちゃくちゃ面白い一巻完結の漫画を5つ紹介します。長編漫画読むのしんどいなって人も、今日紹介する漫画やったら短い時間で完結まで楽しめるんで、ぜひ参考にしてみてください。一巻完結やから物足りひんってことはなくて、一巻完結やけど読んだ後ずっと心に残り続ける名作を持ってきたんで、ぜひ最後まで見ていてくれたら嬉しいです。それではまず一つ目はコアです。お化けと人間が一緒に暮らしている町、コウモリ岬。ある日、町でお化けだけがかかる病気、お化け風邪が流行してしまいます。そこでパイフー、ポセ、アーポンは人間の丸山さんと一緒にお化け風邪を治す薬をもらうため、ミミズク山に住む魔女のもとへ向かいます。町のみんなを救うため、個性豊かな4人が旅をする冒険漫画です。この漫画はドラゴンボールの鳥山明先生の作品です。一言で言うと、鳥山作品の魅力が全部詰まってます。まず登場するキャラクターのデザインがめちゃくちゃいいです。主人公のパイフーをはじめ、一発で覚えられるぐらい全員の見た目が個性的で可愛いんですよ。さすが鳥山先生やなって思いますね。内容も鳥山先生らしいテンポのいいギャグがたくさん入ってて、最初から最後まで楽しく読めます。この作品のいいところは、ただ明るく楽しいだけの冒険漫画じゃないんですよね。笑いの中に登場人物たちの優しさとかがたくさん描かれてて、めちゃくちゃ心が温かくなります。名作絵本を読んでる感じですね。ほんまに鳥山先生の魅力がこの一冊に全部詰まってるんで、まだ読んだことない人はぜひ読んでみてください。ちなみに鳥山先生も自分の作品の中でコアが一番好きって言ってましたね。その理由もなんとなくわかる、読めばみんな好きになる名作やと思います。続いて2つ目はアイリウムです。1錠飲むと1日分の記憶を飛ばすことができる薬、アイリウム。薬が効き始めると、他人からは普段通り生活をしているように見えるんですけど、本人はその間の記憶が全くなくなってしまいます。そんな経験した一日を記憶から消すことができるアイリウムを手にした様々な事情を抱える人たちの選択と、その先に待つ人生を描いた物語です。雰囲気としては世にも奇妙な物語に近い感じですね。いつも通りの日常の中に一つだけ不思議なものが入り込んで、そこから人間の欲とか弱さ、怖さとかが見えてきます。アイリウムっていう薬自体は1日分の記憶を飛ばせるっていうシンプルなものなんですよ。でもその薬を誰がどんな目的で使うのかによって全く違う物語になります。同じ薬を使っているのに使う人とか目的が変わることによって、こんなにもいろいろな物語が広がるんやっていうのが面白かったですね。1話完結のオムニバス形式で進んでいくんで、一つ一つテンポよく読めるし、毎回違った面白さがあります。リアルの中に紛れ込む不思議なお話が好きな方はぜひ読んでみてください。続いて3つ目は下天楼です。エロ本を手に入れようとする少年たちや怪しいロボット、殺人事件を追う刑事たち、一見すると何の関係もなさそうな人々や出来事を描いた短い物語が次々と展開されていきます。しかし物語が進むにつれて、バラバラに見えていた謎や登場人物たちが少しずつ一つにつながっていきます。ギャグや SF、ミステリーが複雑に絡み合い、やがて一つの大きな真相にたどり着く物語です。この漫画は最初の方はバカバカしい日常コメディかなって思ってました。そもそも最初の話が学生たちがエロ本を手に入れるために奮闘するお話なんですよ。全体的にギャグも多いんで、こういうノリのテンポのいいギャグ漫画なんかなって思って読んでたんですけど、後半に進むにつれて少しずつ雰囲気が変わっていくんですよ。別々の話に登場した人物や出来事がどんどんつながり始めるんですよ。真相が分かった時の衝撃がすごかったですね。ほんまに最後は予想できない展開やと思うんで、今から読む人は絶対何も調べずに読んでください。読み終わった後にもう一回最初から読み返したくなる作品です。続いて4つ目は星を継ぐものです。舞台は人類が滅亡の危機に瀕している宇宙。主人公は一つの惑星を滅ぼしたとされる全宇宙最高額の賞金首、パラダット・ナイブス。行く先々で命を狙われながらも、ナイブスはある目的のために宇宙を旅し続けます。そしてその旅の先で彼の過去や人類の未来を大きく左右する真実が少しずつ明らかになっていく SF アクションです。
この漫画は知る人ぞ知るジャンプの名作ですね。正直これがなんで一巻で終わってしまったんっていうぐらい面白いです。でも中途半端に終わってるわけじゃなくて、もともと短期連載の予定やったんかなって思うぐらい一冊の中でめちゃくちゃ綺麗に物語がまとまってるんですよ。本格的な SF としての面白さも少年漫画らしい王道の熱い展開もわずか一冊の中にしっかり詰まってます。もう SF 好きな人とかはもう読まないのはほんまにもったいない。めちゃくちゃ面白いです。一巻完結やのに読み終わった後は名作映画を見終わったような感覚になりました。もうそれぐらいめちゃくちゃ面白かったです。そして最後5つ目はアメコ姫です。中学2年生の時に母親を亡くし、それをきっかけに生きることにどこか鈍感になってしまった少年ノロ。夏休みを間近に控えたある日、小学生の頃からの親友アキラはノロから一本の電話を受けます。珍しい呼び出しにアキラがノロの部屋へ駆けつけると、そこには全身にやけどを負った少女アメコがいました。アメコとの出会いをきっかけに若者たちの感情が揺れ動いていく少し不思議な青春群像劇です。この漫画はスキップとローファーの高松美咲先生の作品です。すれ違いとか戸惑いとか丁寧に拾っていて、高松先生は言葉にしづらい感情とかをほんまにうまく描いてくれるなって思いました。ファンタジー的な作品ではあるんですけど、描かれている人間関係とか感情にはめちゃくちゃリアルな温度があります。登場人物たちの感情が少しずつ積み重なっていって、気づいた時には心がグッとなって涙が出てくるような作品でした。この夏にぴったりの作品やと思うんで、ぜひ読んでみてください。はい、ということで今回は一巻完結の面白い漫画を5作品紹介しました。どれも一巻完結とは思えないような読み終わった後の余韻がすごい名作ばっかりです。皆さんの好きな一巻完結の漫画もぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画が面白かった、参考になったって人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。